フィッシングギャングのあずさです。潮流です。今日はですね、初心者におすすめなルアー5選を紹介していきたいと思います。まずトップウォーターから下のレンジまで全て紹介していくんですけど、まずはこちらです。トップウォーター。トップウォーターといえば言うわ。水面を泳ぐ。ああ、はい。やばいな、難しいな。トップウォーターですね。トップウォーターといえば水面を泳ぐルアーで、巻いても全然潜っていかないタイプのルアーですね。でこの水面で泳ぐ、メリットとしてはやっぱり根がかりしないっていうところと、あとは魚が食ってくるところが見えるっていうこの2つの醍醐味とメリットがあってですね、でよく多用するんですけど、今持ってるのがこちらペンシルベイトと呼ばれるタイプのルアーで、基本的にはもうポッパーって呼ばれるタイプと、ペンシルベイト、その他いっぱいあるんですけど、よく使われるのはこの2つの種類ですね。でポッパーは、口がカップの状態になってて、アクションを入れるとスプラッシュと呼ばれる水しぶきがバシャッバシャッと上がって魚に対してアピールするんですけど、ただそのスプラッシュのアクション、このバシャッバシャッと水しぶきを上げるアクションで釣れる魚っていうのは結構少なくて、どちらかというとこのペンシルをちょん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 って動かしてドッグウォークさせるアクションの方が沖縄の河川とか川ではやっぱりよく釣れると思います。そんな感じでね、大体そんなですね。とまたバンってもう目で見てバイトが分かるから一番面白いだから、ルアーでもありますよね。分かりやすいよね。なんか魚が追っかけてきて見切られたってのも分かるから、ね、チェイスしてもう追ってくるのも分かるし、来てる来てるみたいな、そこでのこの魚との駆け引きがそれが楽しいですよ、止めたらいいのか動かす続けるのかで止めた方がいい時もあるよね。ありますあります。水中だとやっぱイメージの世界なんですけど、トップウォーターの場合はもう目で見て分かるんで答えに近づきやすいルアーですね。でこのルアーの特徴としては、さっき言ったように首を振るようなドッグウォークと呼ばれるちょん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 ってこういう感じで泳いでくるんですけど、その他ダイビングと呼ばれる動きがあって、竿を煽ると水中に少しだけダイブしてくるんくるんくるんって回ってペコって顔出すんですよ。これがダイビングアクションなんですけど、このアクションもメッキとかカマスとかその他いろんな魚に効きます。なのでこのルアー一つ持っとけばドッグウォークもできるしダイビングアクションもできるということで、1個でいろんな使い方ができるっていうのが特徴ですね。でこれはおすすめのトップウォーターです。結構釣れるように釣れます。では続いてこちらですね。これはシンキングペンシルと呼ばれるルアーで、使ったことはあります沖縄のルアーぐらいだとみんなあるよね。多分このから基本入っててもおかしくないですよね、タックルボックスに。大体入ってる。特徴はマグネット重心移動って中に磁石が入ってて、投げる時の遠心力で中のマグネットが外れて重心が後方重心、後ろの方に変わって、飛距離が出るっていうのが特徴で、誰でも遠くに投げることができるルアーですね。でただ巻きでもゆらゆらゆらっとこういう感じで泳いでくるんですけど、アクション入れてもイレギュラーにパニックアクションして、その後ポールでゆらゆらゆらと落ちていくんですけど、ずっと動いてるルアーです。巻いててもこうやって動いてるし、止めてもこうやって動くんで、意図的に使ってても面白いルアーだし、もう何も考えずにやってても常にルアーがもういい動きを出してるんで、オートマチックに割と釣れるルアーですね。なので結構初心者向きかなと思います。誰が投げても飛ぶし、でまたちっちゃいメッキからタマンとかまで食ってくるんで夢があるルアーですね。でまたこのシンキングペンシルの特徴は、早く引けば水面直下からカウントダウンすればボトム付近まで探ることができるので、オールレンジ対応しているということで初心者向きですね。続いてこちらですね、シャットと呼ばれるルアーです。でミノーとかこうやってリップがあるタイプのルアーって結構あるんですけど、シャットはミノーに比べてリップが長いですね。長い分やっぱり泳いできた時にこうやって障害物にリップから先にドンと当たってくれるので、針が障害物と触れないので根がかりしにくいっていう特徴があります。こういう感じで泳いできます。誰でも深いレンジを探れて根がかりがしにくい。やっぱり初心者って言ってもルアーがやっぱり高くてあまり買えないとか、ちょっと抵抗ある人も多いと思うんですけど、こういう根がかりがしにくいとかなくしにくいルアーで、そことの距離感をつかんだりとか、根がかりのかわし方だとかを学んでいけば上達するのが早いと思いますね。カラーとかやっぱり
自分の中で選ぶのがまた一つの楽しみだとも思うので、今日はちょっとカラーについては触れてないんですけど、このシャットはですねやっぱり巻くだけで、ね、釣れるように最高です。あとプラスボトムの地形も把握しやすいですよ、ここでよくコツコツ当たるから、ここ深いから次ペンシル投げるときにそうだね、どう探ろうみたいな、地形把握でも使いやすいやつですね。なんか最初全く何も当たらなかったり、途中でゴン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 って当たりだしてまた当たらなくなったりとか、ちょっとあの辺駆け上がって、ちょっと残ってるな、あっち深いな、そこになんかトップ投げようとか、特に河川とかやっぱ普段濁ってることが多いので、そこの地形がもう見てもわからないと、水深がまあ50センチしかないところでも全然そこが見えなかったりするので、そういうところではもうこういうやっぱりリップが当たるタイプだと手にその感触が伝わってくるので、もう慣れてきたらそこの質がもう砂なのか石なのか泥なのかっていうのも、分かってくるので、そういうところもまた面白いところですね。続いてこちらですね、スプーンですね。これが一番釣れるよね。あれなんかちょっと営業営業ですはい、こちらですね、スプーンはもう金属製なので、やっぱり飛距離が出るっていうのがまあ一番特徴ですね。で体全体がやっぱり水流を受けて動くので、もうこれが要はこのルアーでいうリップみたいな役割を果たしているルアーなので、小粒でもかなり強い波動が出る。なので、水中で気づかれやすい。もうシルエット的にっていうよりはもう強い波動を押して魚の側線に対して訴えかけて、目がはっきり言って見えてない魚でも気づかれやすい。だから視界に入らなくてもどこどこに弱ったやつがいるなっていうのが気づかれやすいルアーですね。水中の中で強い波動って出すっていうのはそういうことだと思うので、そこで近寄ってきた時にやっぱりちっちゃいシルエットで食わすっていうのがスプーンの、強みです。ですか。続いてワームですもういいですか。俺がやるぞそう鬼続いてこちらですね、ワーム。ソフトルアーといえばもうやっぱり一番の魅力はこのナチュラルっていうか、もう本当に人によってはインチキとか言う人がいるぐらいリアルな波動が出ます。でそれプラスやっぱり安い、値段が安いですね。1パックで例えば10本とか入ってたりするんで、それで1個のプラグより安かったりしますね。なのでやっぱ経済的に優しいということで、実際魚も釣れるし、で数もいっぱい入ってるので、根掛かりした時のこの釣り人のダメージが比較的少ないっていうのがあって、やっぱ初心者のうちはこういったソフトルアーでやっぱり魚を釣る感覚も覚えつつ、で根掛かりしてもそんなにダメージが少ない釣りっていうのがやっぱおすすめですね。でもちろんこれも竿を立てれば表層を泳ぐし、でゆっくり探ればボトムを探れるし、でまたここの針がついてるジグヘッドと呼ばれるところのグラム数を変えれば深いところまで攻めれるし、ちょっと賢くなった釣れた魚は軽めのジグヘッドでゆっくりアプローチしたりと、結構もうなんていうかな、探る楽しみも結構あるんですよね。ジグヘッドの形状を変えたりだとか、重さによって魚の反応が全然違う感じで変わってくるので、初心者はやっぱり最初ワームスタートが一番いいんじゃないかなと僕は思います。全部オールジャンルでどんな魚にでも使えますからだからミーバイとかチヌもね全部いけます。リーフでやるにもワーム使って、そうだね、確かにモンガラハギとかも食ってくるじゃないですか。もうなくなるボロあと棒なってるみたいなそう使い方結構レパートリーが増えて、結構オリジナルの使い方とかもできるんですよね。昇龍君がやってるみたいなノーシンカーといって、もうこの頭の重りなしとかゆくゆくは使ったりだとか、結構引き出しもバンバン増えてきて、結構釣りが楽しくなるジャンルではあると思います。未だに僕も対応してますから、もう初心者から、ある程度上手になってもずっとお世話になるし、楽しいルアーですね。はい、というわけでですね、初心者におすすめな5選を今日は紹介したんですけど、そのままですね今日はもう釣り場に直行して、この5種類の使い方を昇龍君と一緒にやっていきたいと思います。じゃあ移動しますか。いきますか。はい、じゃあ行きましょう。はい、というわけで現場に来ました。はい、ここでですね、
先ほど紹介した、初心者のおすすめのルアー5選を、現場に持ってきたので、その使い方についてちょっとやっていきたいと思います。でこの5選の中でもですね、このレッドペッパートップウォーターは結構昇龍君も普段使ってて結構得意ということなので、こちらの説明をちょっと昇龍君にお願いして見せてもらいたいと思います。わかりました。切られてもいいよ。です。さっきあつさんが紹介してくれてたはい。レッドペッパーマイクロですね。レッドペッパーマイクロ。はい。フローティングペンシルです。はい。じゃあこちらの方早速使っていきます。フローティングペンシルの場合、基本自分でアクションつけるって感じですね。なるほど。そのままただ巻きじゃダメですか？ダメです。ああ、なるほど。自分の中ではただ巻きでは釣れないと思ってます。はい。ポップクイーンとかだと結構このポッパーっていうこの口開いてるタイプだと、ただ巻きでもバババババって水かいてくれて、はい。この口のこのカップが水の抵抗を受けるようになってるんで、バンバンバンって頭切ってくれるんですけど、なるほど。ペンシルの中でもただ巻きで動いてくれるやつとかもあるんですけど、はい。こっちの場合は自分でアクションをつけていくって感じです。なるほど。ちょっと初心者の方にもでもですね、できるようにちょっと分かりやすくアクションの方を説明していただきたいんですけれど。はい。じゃあ一番簡単な方法。簡単な方法。ドッグウォークっていう動かし方もあるんですけど、ドッグウォークっていうのはちょっとリズムが必要で、はい。また竿の長さとか糸の硬さとかあんなのも見て、はい綺麗にドッグウォークがつながる時もあれば、はい。最初パッパッパーって言ったら難しい時があるんですよ。はいだからさっきあつさんが言ってたこの一しゃくり大きくやって、はい。だいぶさせるんです。なるほど。ジャボーンパッて頭出してまたジャボーンパッて頭出すっていうような動かし方を教えます。それでも釣れるんですか？釣れます釣れます、全然釣れます。あ、そうですか。はいじゃあそれいいですね。はい。じゃあお願いします。ラストしてはい。ルアーが浮いてる状態なんで、この状態でただ巻きすると、はいただルアーが引っ張られてくるだけなんですよ。はい。ペンシルがジャークでダイブさせてはい。アクションつけます。スピードをちょっとゆっくりめで優しく引っ張る感じです。ピョーン。なるほど。そしたらグーって潜ってみたいな。なるほど。でこれはまあ初心者でもできますね。はい。はい。とあと一つの動かし方、ドッグウォークっていうのがあるんですけど、はい。これリズムとスピードが大事です。ドッグウォークはなるほど。頭を振る動きですね。そうですね。はい。これをドッグウォークを使うときはどういった場面で使えばいいですか？例えばチヌとかがはい。こういう川の流れではい。今下に流れてるじゃないですか、潮の流れがはい。川の流れで、チヌがその流れに対抗して上に向かっている状況があるんです。はい。そういう時に直接チヌの前にキャストしてバーンってやったら逃げたりとかするじゃないですか。このチヌの前に落としてドッグウォークで流れを利用してチヌの顔の前に持ってくるとか。ああ、なるほど。今流れてるか流れてないかっていうのを確かめる方法ってちょっと教えていただけますか？投げるじゃないですか。はい。今ルアーがゆっくり左に流れてるの分かるんですか？左に流れていってますね。流れてますね。はい。フローティングペンシルとかだったらこうやってアクションつけないで投げればはい。どこに流れてるか分かるんですよ。なるほど。あとプラス落ち葉とか泡が流れてる方向を見てでも一緒です。ああ、なるほど。ただ難しい流れもあるんですよ。難しい流れ。落ち葉が上に行ってるけど上の落ち葉は下に流れてるっていうパターンがあるんですよ。なるほど。これってあれなんですよ。淡水と海水っては比重が違うんですよ。い。はい。だからゆっくり満ちてくる潮の時とかってなんかうまく混ざらないで、真水が重いから真水下行ってるけど淡水は軽いんで上から流れてる。なるほど、なるほど。二枚塩みたいなやつですね。やつ、それが川でもあるんですよ。あ結構。はい、じゃあ続きまして、はいこちらですね、シンキングペンシル、はい。水面直下からボトムまで探れるルアーをちょっと説明していきたいと思います。はい。投げます。はい。投げたら、ただ巻きです。ただ巻き。はい。でこれで、水深が浅い場所で使うときは、はい竿を立てて巻きます。竿を立てる。はい。そうすることによってルアーが水面直下を泳いできます。はい。で水深がもう少し、だいたい1メートル以上ある場所だと竿を下げても大丈夫です。竿を下げて引いてきます。でマックスピードがですね、はい。ゆっくりになりすぎると今度根がかりしちゃいます。はい。なので、それは気をつけてですね、できれば漁港などクリアな場所で一旦見た方がいいですね。あ、ルアーを。はい。はい。どのぐらいのスピードで巻いたらどのぐらいの層を泳いでくるのかというところですね。でただ巻きの泳ぎはこういう感じです。こういう感じですね。はい。ゆら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 となるんですけど、ただ巻きで動きが出ます。なるほど。次にアクションを入れてみます。はい。
右巻ききつい右巻きこんな感じ。そうすることによってはいルアーがもうパニックアクション、もうはい逃げ惑うベイトを演出する、もしくはもう目が攻撃されたらどこに泳いでいいか分からなくなったベイトがこう変な動きをするんですけど、もう水中でドッグウォークさせてもいいぐらいですね。トン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 で縦に行ったりするんですけど、シンキングペンシルもドッグウォークするんですか？します。水中でさせることもできるんですよ。あそれでも OK なんで、水面に出きらない魚ですね、はい水面に出るまでは活性がない魚を、水面直下でこう誘ったり、はいで今のスピードで引くと大体メッキとか、カマスとか長い系の魚が飛んできてバーンって食ってきたりするんですけど、あはいただ球を狙う時とかはやっぱりフォールが必要になってきます、でその今のアクションをちょんちょんちょんと加えてひら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 ってその間止めます、はいでまた巻きながらちょん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 止めてひらひらひらってルアーを落とすっていうこの上下の動きですね。はいこうちょん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 とアクションに止める、ちょん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 止める、ちょん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 止めるで、この止めてる時にコンってきたら当たりです。なるほど。根がかりはもう当たり出ないじゃないですか、はいスーってきて巻き始めに重くなってるみたいな感じなんですけど、止めてる時にトンって当たりが来るんで、それも当たりなんで合わせてください。なるほど。巻きが好きな魚と落ちてくる動きが好きな魚っているので、はい。そこはもう貪欲に2つの使い方で狙っていけばいいと思います。わかりました。続きましてこちらですね、シャット。シャット。はい、こちらはこのリップが長いことによって、説明したようにこうやってくるので、はい根がかりがしにくいということなので、今本当にドンピシャの水深なのでちょっと泳ぎを見てもらいながら説明したいと思います。わかりましたこれはもう余計なこと考えずにもうただ巻きでいいです。これは浮くタイプですか？はい、沈これはむタイプですか？浮きます。浮くタイプ。シャットっていうのはもうほとんど浮きます。フローティングですね。はいはい。ほとんどがフローティング浮くタイプがほとんどですね。なるほどでその水中で止めた時に浮いていくタイプと、サスペンドするタイプっていうのがあります。サスペンドというのは、このピタって止まってるってことですよ。浮きもしない、沈みもしない、そあーなるほどの場でピタッと止まるタイプ。はい。ほとんどがこの2種類ですね。浮くか止まるか。なるほど。じゃあ早速やっていきます。竿を下に下げてゆっくり巻くだけです。そうするとティップが石に当たった時にドン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 ってこう動くんですよね。ブルブルブルって動いて、動いてますね。これが、はい。ルアーがちゃんと泳いでる証拠ですね。音がついてたらブルブル感が出ないので、その時はもう回収して投げ直すようにしてください。はい。続きましてスプーンです。はい。こちらを投げていきます。これはもう飛距離が出るので遠くに投げます。遠くに投げて、はい。水についたらこれも巻くだけ巻くだけ。巻くだけです。でこれは結構もう竿は基本的に下に下げても大丈夫です。例えば巻くスピードが速くしてもはい。竿を下げてると浮いてこないルアーとかがあるんですよ。ほうほうほうこの。竿が引っ張る角度が大事なはい。ルアーと、あと巻くスピードに素直なルアーっていうのがあって、はい。スプーンはどちらかというと巻くスピードに対して素直なルアーなので、はい。水面に浮かしたければ速く巻けばいいし、はい。下の辺を泳がしたければゆっくり巻けばいいんですよ。なるほど。なのでその使い分けですね。なので水面でバシャバシャバシャって暴れてる時はちょっと早めに巻けばいいです。はい。で基本的にはミディアムリトリーブといっても普通の速度、はい。その普通の速度が場所によって違うっていうのと、潮の走り具合ですねによって違うっていうのと、また淡水と海水では違うので、はい。一概には言えませんが、大体これぐらいですね。123って感じですね。なるほど。でこのスプーンの特徴はフォールでこうキラ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 って落ちていくので、はい。フォールというのは止めて沈めることなんですけど、はい。フォールでこうキラキラって落ちるので、今の説明はもうずっとただ巻きでひらひらひらって泳いできて、でたまに止めることによってこうはい落ちます。投げて、まず普通に巻きます。はい。泳いでます泳いでます、止めます。で何もしてないように見えるんですけど、はいこの間も動いてます。ああ、なるほど。こうやって巻いてきてて、これはブルブルしてるじゃないですか。はい。止めて、この間もスプーンっていうのはキラ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 落ちてはい。魚を誘ってます。なるほど。なのでもうずっと魚を誘い続けてるこれもルアーなので、はい。比較的初心者でも釣りやすい、なるほど。何もしてなくてもルアーが仕事してるなるほど。特徴ですね。はい、じゃあ続いてこちらワームですね。ソフトルアー、シャットテール、こちらを試していきたいと思います。はい。こちらの説明ですね。はい。まず、これは
先ほど使ったシャッドのように引いてくるだけでルアーが泳いできます。はいで小刻みです。かなりはいナチュラルな波動が出るので、プラグとかよりは本当にもう巻くだけで本物の餌に近いような波動が出るのではい釣れるっていうのがあります。で最初のうちはですね、ただ巻きで十分です。ただこれはさっきのスプーンとは違ってですね、はい巻くスピードに対して素直なルアーではあります。ほどこれは逆に言えば竿の角度ではい結構変わりやすいルアーなるほどなんですよ。なので巻くスピードを速くしたからといって水面にすぐ上がってくるタイプのルアーではないので、はい巻くスピードもプラス竿を上げるっていうので、レンジこの棚をですねはい水深をコントロールします。なるほどで先ほども説明したように水面でバコバコバコってやってる時はもうその進行方向に投げて、はい普通に竿を立てて引いてきます。竿を立ててはいでこれで当たりがなければ、こうミドルレンジ中層を下げてきます。なるほこの2つのまずどちらかですね、はい水面に見えてるバババババってやってる時の吸い方どはいで、それがもし見えなくてですね、はい水面で何かが追われてるぞってわからない状況で、手探りではいやってみようかなって時は、まず上から攻めて、はいさっき同様に竿を立てて引いて、竿を普通の角度で引いて、はいでそれダメだったらボトムをやります。でボトムを狙う時なんですけど、投げてはい底取ります。水についたらそこまで落ちるのを待ちます。どうやったら分かるんですか、そこ取れてるって。で底取れるっていうのが、今例えでやりますね。はいそこに落ちていってるルアーとこう糸が出ていくんですけど、それがピタッて止まります。はいパラパラパラって出てたラインがピタッてこう止まるんですよ。はいそれが着底の合図なので、ああなるほどそれをピタッと止まった瞬間すぐに巻き始めないとはい根がかりしやすくなります。ああなるほどこの潮に持っていかれたラインがルアーを引きずってしまうので、はいこのロスが出てしまうとかなり根がかりの確率って上がるので、はいそこだけは注意してください。はいすぐピタッて止まった瞬間締めてすぐにスタートしてください。すぐにスタートはい、じゃあ糸をずっと見てないとダメですね。なるそうですね。着水した後は常に糸を見とく。はい、ほどでそこからゆっくり引いてくる。これただ巻きですね。はいでそれでもやっぱり当たりがない場合です。はいその時は先ほど同様にパラパラパラって出ていくとかピタッて止まったら、はい今度は竿先をちょん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 とアクションします。こうアクションしながらゆっくり巻いてくるっていうのを試します。これが今使ってるこのグラスミノーの主な使い方。なるほど4種類ですね。この辺を、やっておけば、比較的魚と出会う確率も高いし、はい根がかりもしにくい、プラス根がかりしてもそんなに痛くないワームで、そこの釣り方が、学習できるっていうのがあって、僕が初心者におすすめしたい5選です。なるほどはいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日はですね、初心者におすすめのルアー5選について、現場でちょっと最後言うまぜめやってみたんですけど、水面からボトムまではい探りやすいルアーたちで、それぞれ1個のルアーでいろんな使い方ができるっていうルアーもあれば、根がかりしにくいタイプもあるということで、やっぱり初心者でもコストがかかりにくくて釣りが上達しやすい源泉だったと思います。これからですね、ちょっと冬が来てかなり釣り物も少なくなって厳しい時期ではあるんですけど、その中でもなんとか、上達してですね、その間に上手くなったりして、で春ぐらいから、本格的にシーズンが始まった時にバンバン釣果が上げれるように皆さんもぜひ練習してほしいなと思います。潮流君は冬は何釣りする？自分はニゴイですね、やっぱり。冬もですか。型はちっちゃいけど一応出はします。ストイックだね。松田さんはいかがですか。はい、本当はもう春先に湯ゴイがフレッシュに来るのを楽しみにしてたんですけど、は冬も荒らされるってことなんで僕も負けじと冬に頑張っていこうかな。いチャンスなくなっちゃいますからね。でも僕が好きなのはやっぱり冬場だったらコチとかマングローブジャックが好きなんで、その2つをなんとかしぶとくやって、でも本当に釣り物がなくなった時にちょっとタチウオでも狙おうかなとなるほど思います。皆さんもぜひやってみてください。また冬の釣果も頑張って出せるように協力とやっていくんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。 Fishing gang, a